こんにちは、さきです。はい、今日はですね、イコンって何なのか、イコンって偶像崇拝なんじゃないのかについてお話ししたいと思います。はい、なぜこれを話そうかと思ったかっていうと、ちょうど先週の、日曜日が正教会のサンデー・オブ・オーソドクシーだったんですね。それにあたってイコンについて学ぶ中でとてもいい学びがあったので、ぜひねみんなにもシェアしたいなって思ったのと、あと私の息子がね数日前にランチを食べながら教会ではなんでみんなイコンにキスしたりお辞儀するのってふと質問をされたんですよね。でなんかその質問を受けてそうやって思うことってすごく普通だなと思って、でましてなんかそれって偶像礼拝なんじゃないのみたいな風に思うのってとても自然なことなんじゃないかなって思ったんですよね。で実際に8世紀のビザンツ帝国でも同じその疑問っていうのが起きたわけなんですよね。イサウリア人の皇帝レオ3世っていう人は神をね絵にすることっていうのは偶像礼拝ではないかっていうことでイコンを禁止したんですね。これがいわゆるイコン破壊運動です。そして最終的に843年にテオドラ皇后の下で、コンスタンティノープルにおいてそのイコンの尊崇っていうのは回復されたんですね。そうイコンの礼拝ではないんですよ。礼拝っていうのは神様のみに捧げるもの、ね、ギリシャ語だとラトレイヤっていうんですけど、礼拝っていうのは神様にのみ捧げるもので、尊崇っていうのはね私も全然馴染みがない言葉だったんですけど、深く敬うこと、深く敬意を示すっていうことですね。だからその尊崇っていう言葉は聖人とかイコンに使われる言葉です。で再びイコンを尊崇することができるようになったね、それを記念するのがサンデー・オブ・オーソドクシーなんですね。でそもそもなんですけど、偶像崇拝って何でしょうかね。ね、そうで聖書が禁じている偶像崇拝っていうのはそのものそのものを神様だと思うとか、神様と、ね、神様が作られた物質との区別がなくなってしまうとか、作られたものに神様と同じような信頼とか価値を置くことなんですね。本当に簡単に言えば、あそこにある木を見てあの木は神様だっていうこと、もう神様自体だっていうふうに信じること、ね、それは偶像礼拝ですよね。じゃあ正教会はその木で作られたイコンをそういうふうに思っているかっていうと思っていないんですよね。そのイコンの木の板自体を神様だとは思ってないし、そのねイコン自体に神様の本質っていうのがね宿っている、神様がそこに宿っているとも思っていないんですね。じゃあそのイコンって何なのかっていうと、ここで鍵になるのが受肉なんですね。皆さんも知ってると思うんですけど、ヨハネの福音書1章には言葉は肉となったってありますよね。つまり神様っていうのは抽象的な存在ではなくて、本当に人となって来られたわけですよね。本当に人となって来られたっていうのは、つまりは肉体を持ってね、顔を持って実際に触れる存在となって、来てくださったっていうことですよね。じゃあ旧約の頃っていうのは神様は触れましたか？見えましたか？見えなかったですよね。そう、神様は目に見えない方だったわけですね。でも神様がね本当に人となって来てくださったなら、もうその旧約の時の状況と
根本的に変わりますよね。なので絵として描かれたイエス様のイコンっていうのは、本当に神様が肉を持ってこの物質世界に、私たちのところに来てくださったんだよっていう大切な証なわけですよね。なので実際に肉体を持って来てくださったイエス様を描くっていうことを禁ずるっていうのは、そのイエス様がしてくださったその受肉、ね、人となられて来てくださったっていう事実を否定することにもなるわけですよね。なのでイコンは偶像礼拝じゃない、ね、イコンの禁止が解けたっていう、それっていうのはただただその芸術の勝利とかではなくって、その私たちのそのキリストが本当に人となられて来てくださったっていう信仰が守られた勝利なわけですよね。私自身その学びを得て、改めてねそのイコンを見た時に、神様が本当に人となって来てくださったんだっていう、それをね証しするのがイコンなんだって思った時に、このイコンっていうのがより素晴らしいな、よりありがたいなって思うようになりました。で、私のこのイコンのね学びの中で大切で深いなって思ったことがあって、さっきそのイコンっていうのはイエス様が実際にその来てくださった、ね、肉を取って来てくださったっていうのを証しする大切なものだっていうことをお話ししましたよね。でそれってつまりは、神様っていうのは物質を通して働かれるっていうことでもあるんですよね。神様ご自身が肉体という物質を、ね、取ってきてくださった、ね。で私たちの洗礼も水を使いますよね。生体礼儀もパンとブドウ酒を使いますよね。だからもし私たちがその物質を通して神様っていうのは働かれないいうことであれば、その私たちがやっているその生体礼儀っていうのも洗礼っていうのも物質を使いますから、でもそこに神様が働かれないっていうことになりますから、意味がないものになってしまいますよね。だからその実際に来てくださったイエス様を描いたイコンを守るっていうことは、神様っていうのは物質っていうのを通して救いの技を行われる方、ね、実際に物質を通して働かれる方っていう、その私たちの信仰を守るっていうことにもなるわけですね。あと少し付け加えると、旧約聖書の中で神様は目に見える像を作ることを禁止されているかっていうと、禁止されてはないんですね。実際に神ご自身が像を作ることっていうのを命じておられるわけです。例えば契約の箱ですね。神様はモーセにこう命じました。あなたは純金で2つのケルビムを作りなさい。ね、これは出エジプト記の25章18節ですけれども、そうケルビムっていうのは、天使的存在のことなんですが、ケルビムは契約の箱の上に置かれました、ね、つまり神ご自身がその礼拝の中心に像を置くようにって命じたわけですよね。で列王記でも出てきますが、ソロモンの神殿の中っていうのは壁にも扉にもケルビムが刻まれていたわけです。もしその全てのね像っていうのが偶像であるなら、神様ご自身が偶像を作りなさいって命じたことになりますよね。なので旧約で問題とされたのは、その像そのものではなくて、それ自体を、その像自体を神様として拝むっていうことだったわけですね。旧約そのものの中には、その像は本質的には悪ではないという事実が、さっきねシェアした聖書箇所の、中にすでに含まれているわけですね。
でもじゃあなんでそのイコンに対してキスしたりお辞儀したりイコンの前で祈ったりするのって思う人もいると思うんですね。息子も全く同じような質問を私にしました。そうで、それって実際一番誤解されやすいところだと思います。でも先ほども言った通り、その木でね作られたイコンっていうのは木そのものを拝んでいるわけじゃないんですよね。例えば不完全な例かもしれないですけど、私の家族は日本にいます。そうで、私の家族の写真っていうのはここアメリカでたくさんあるわけですね。で、私は時々その写真を見るわけですね。日本人なんでキスはあまりしないですけど、でもそう心の中で抱きしめるような、みんなに会いたいなって思うような、そして、その人たちを愛しているなっていう気持ちっていうのが写真を見ることで思い起こされるっていうか、そういう気持ちになるわけですよね。で、それとイコンってすごい似てると思ってて、じゃあ私が日本にいる家族の写真を見て、その写真そのもの、紙切れを愛しているかって言ったら違いますよね。その写真に写っている私の家族っていうのを当然愛していてね、その愛を思い起こすツールとして写真があるっていう感じですよね。で、イコンも本当にそうで、私はそのイコンそのものを神様として拝んでいるのではなくって、そのイコンが指し示す神様、イコンが指し示す聖人たちのことを私がイコンを持ったりキスをしたりお辞儀をすることで思い起こされて、私の心がそっちに向けられてね、愛を感じたり敬意を感じたりするわけですよね。はい、ここまで私のねイコンについての学びを少しシェアさせてもらいましたが、私は本当に正教会のもう赤ちゃんのような存在ですので、もしねより詳しく歴史だったり聖書的に見てなぜそれが偶像礼拝じゃないのかについてとてもね分かりやすく詳しく話している司祭の方もたくさんいるので、興味のある方はそちらをぜひご覧ください。はい、ではここまで動画を見てくれてありがとうございました。またチャンネルでお会いしましょう。バイバイ。